前回のビデオで余った M.2NVMe をサブ PC で使うことを考えました。ところがサブ PC は古いので M.2 スロットが1つしかありません。また今回は前回のビデオで紹介したようなフリーのソフトを使っていません。240GB のドライブから 1TB ドライブへクローンしました。クローン先はより大きな容量を使います。バックアップ用ディスクとして 1TB の SATA SSD を使ってます。また 32GB 以上の USB メモリーも必要です。Windows 10で説明しますが Windows 11でも同じようにできました。メーカー製ノートパソコン等は特殊なパーティションを持つためどうなるか分かりません。 GPT ディスクでの実施例です。 MBR だと分かりません。真似をされる方は自己責任でお願いします。右クリックメニューでディスクの管理を開きます。ディスク1のクローンを作っていきます。コントロールパネルを開きます。ディスクトップ画面にコントロールパネルがない方は検索してください。バックアップと復元からシステムイメージの作成を選択します。バックアップ用ディスクのドライブ名が正しければ次へを押します。 76GB 使うと出てます。バックアップ用ディスクの空き容量を確認しましょう。バックアップを開始します。次に回復ドライブを作ります。コントロールパネルからシステムとセキュリティを選択します。セキュリティとメンテナンスから回復を選びます。回復ドライブの作成を選択すると回復ドライブができます。この回復ドライブはシールでも貼って保管することをお勧めします。回復ドライブに使う USB メモリーはすべて消去されます。ご注意ください。回復ドライブの作成は1時間以上かかりました。1回作っておけば何回でも使えるため気長に待ちましょう。この後余計なことをやってもクローン先には引き継がれませんので速やかにシャットダウンしましょう。M.2NVMe を容量の大きなものに交換します。交換する記憶シェアは前回のビデオで調べたように2倍以上高速です。BIOS を立ち上げます。USB メモリーから起動するようにブートプライオリティを変更します。IME を選択します。トラブルシューティングを選択します。イメージでシステムを回復を選択します。最近の日付を確認したら次へを押します。ディスクの除外を押してクローン先以外にチェックを入れておきます。間違って意図しないドライブにクローンを作らないためです。クローン先の元のデータが全消去されることの最終確認です。
正常に Windows が立ち上がりました。ディスクの管理でクローン後のディスクを調べてみます。707GB の未割り当て領域ができているのがわかります。回復パーティションが真ん中に作られていて邪魔ですが。よろしかったらチャンネル登録お願いします。